人の感情を察知しすぎて疲れる。理想と現実のギャップに落ち込む。一人時間がないと生きていけない。 INFJ の皆さん、これらにめちゃくちゃわかるって思う方もいるのではないでしょうか。今日はそんな INFJ あるあるを99個一気にお届けします。きっと私のことを言ってるもんって思う瞬間が何度もあるはずです。お疲れ様です。会社員ひなたです。今回はいつもとちょっと違う動画をお届けします。この動画は聞き流し用として作りました。聞き流し動画ですが、ただ聞き流すだけじゃもったいないので、ぜひ何か作業をしながら聞いてください。例えばずっと後回しにしていた部屋の掃除、本棚の整理整頓、明日の準備や1週間の計画作り、洗濯物の片付けなど、 INFJ の皆さんもやらなきゃいけないことは分かってるけど、なかなか重い腰が上がらないってことありますよね。それめちゃくちゃわかるのだ。僕もやらなきゃって思いながらついダラダラしちゃうことあるのだ。でも INFJ さんのあるあるを聞きながらなら一緒に頑張れそうなのだ。そうそう、共感できるあるあるを聞きながらだと不思議と作業が進むんです。なので今日は手を動かしながら、これもわかる、私だけじゃなかったんだって共感しながら聞いてくださいね。皆さんのが有意義な時間を過ごせますように。それでは INFJ あるある1番から参ります。1番、雨の匂いで季節を予知する超感覚者。雨が降る前の独特な匂い、冬の澄んだ空気、夜の静寂の香り、目に見えないものを感じ取る能力が幼少期から異常に発達しているんです。今日雨降るよって自然に言い当ててしまうんですけど、 INFJ にとっては当たり前すぎて特別だと思っていないんですよね。この繊細すぎるセンサーは時には情報過多で疲れる原因にもなってしまうんです。2番、だから言ったじゃん、の予言者。みんなが気づいていない問題やリスクを直感で察知するんですけど、説明が複雑すぎて面倒で言わないことが多いんです。考えすぎと言われるのが嫌で溜まっていると後でトラブルが発生するんですよね。ないしやっぱりねって思うんですが、得意げにならず静かに対処に回ります。この予知能力の正確さに私でも時々驚いてしまうんです。3番、本心を伝えようとすると涙腺決壊システム。思っていることを言葉にしようとした瞬間、なぜか涙が溢れ出てきてしまうんです。感情が言葉より先に体に現れてしまい、結局何も言えずに終わってしまうことありませんか？泣かないで話してと言われるんですけど、これは感情の深さゆえの生理現象なんですよね。涙と一緒に本音が流れ出てしまう不思議な現象です。4番、24時間営業の脳内会議場。頭の中で常に誰かと対話しているんです。リアルな人、架空のキャラクター、未来の自分、過去の記憶、相手は無限大きなんですよね。一人でいても全然寂しくない理由がこれなんです。むしろ脳内会議がうるさすぎて静かになりたいって思う時のあるくらい。この内的世界の豊かさが INFJ の想像力の源なんです。5番、1日に何度も必要な一人時間という生命線。他のタイプは週に1日とか1日に1時間だったりするんですけど、 INFJ は1日の中で何度も一人になりたくなってしまうんです。人との交流後の充電、物思いにふける時間、自分と向き合う瞬間、これがないと本気で生きていけないって感じますよね。イヤホンは外界を遮断する必須アイテムで、音楽は心の避難所なんです。6番、メッセージ送信前の異常な見直し。 LINE 1通送るのに30分かかるのは日常茶飯事ですよね。これで伝わるかな、傷つけないかな、誤解されないかなと考えすぎて、メモ帳で下書きしてから送るのが基本なんです。結局長文になるか、考えすぎて送れないか、既読スルーに見えるかの3択になってしまいます。この繊細さが人間関係を大切にする証拠なんですよね。7番、電話恐怖症の複層的理由。電話が苦手な理由は相手の時間を拘束している感覚、逃げられない状況への不安、表情が見えない恐怖など多層的すぎるんです。気軽に電話をかけられる人、心から尊敬しますし、どうしてそんなに自然にできるのって密かに研究対象にしているんです。8番、高セキュリティ金庫のような心の扉。心を開くのに時間がかかるんですけど、一度開いたら宝の山なんです。豊かな感情、深い思考、無限の愛情が詰まっています。でも相手からすると本当の自分を見せてくれているのかなって不安になることもありますよね。この慎重さは過去の傷から学んだ自己防衛システムなんです。9番、感情レーダー搭載の共感マシーン。相手が大丈夫だよって言っても表情や仕草、声のトーンから本当は悩んでるなってすぐに気づいてしまうんです。この能力のおかげで相手が言葉にできない気持ちも理解できるんですけど、気づきすぎて疲れることも多いですよね。なんでわかるのって言われるんですが、私でも不思議に感じます。10番、ドアスラム、静かなる最終兵器。相手との関係に限界を感じた時、まるでドアをパタンと閉めるように突然関係を断ち切ってしまうんです。外から見ると昨日まで仲良くしていたのにって思われるかもしれませんが、 INFJ の中では長い間悩み続けた末の苦渋の決断なんです。一度ドアスラムされるともう二度とそのドアは開きません。これは自分を守るための最後の手段なんです。11番、深く考えすぎて夜眠れない。宇宙の意味まで本気で考える。布団に入った瞬間から哲学タイムが開始されることありませんか？
なぜ人間は存在するのか、宇宙の果てには何があるのかから始まって、今日の些細な出来事の意味まで無限ループで考え続けてしまうんです。気がつくと朝方まで思考が止まらず寝不足になってしまう。この深い内省こそが INFJ の豊かな精神世界の源なんですけど、時に実生活に支障をきたすほど止まらなくなってしまうんですよね。12番、自己分析が止まらない。自分を理解したい欲求外情。なぜ私はこう感じるのか、この行動の根本的な動機は何かと、自分という存在を徹底的に解剖したがるんです。MBTI 診断を何度も受け直し、心理学の本を読み漁り、過去の行動パターンを分析する日々。他人を理解するのは得意なのに、自分が一番の謎という矛盾に悩まされることもありますよね。この自己探求の旅は一生続く INFJ の永遠のテーマなんです。13番、矛盾した自分に混乱する。優しいのに冷たい。強いのに繊細。優しいって言われるのに、時々すごく冷たいことを考えてる。強そうに見えるって言われるけど、実はガラスのハート、相反する特性が同居していることに戸惑い、どれが本当の自分なのかわからなくなることありますよね。でも実はこの複雑さこそが INFJ の魅力なんです。多面性があるから深みのある人間関係を築けるんですけど、本人は常に混乱しているって感じてしまうんです。14番、感情を言語化するのがめちゃくちゃ得意。複雑で微妙な感情、まるで詩人のように美しい言葉で表現できるんです。なんとなくモヤモヤする、夕暮れ時の切ない気持ちのように、具体的で情景が浮かぶ表現に変換できるんですよね。友人の相談に乗る時も、相手が言葉にできない気持ちを代弁してあげることが多いんです。コメント欄でも、言語化してくれてありがとうって感謝される常連だったりします。15番、小さな出来事を深読みしすぎる傾向。おはよう、返事が普段より短かったら、もしかして怒ってる？ LINE の返信が遅いと嫌われたかもって。些細な変化から相手の心理状態を推測し、勝手にストーリーを作り上げてしまうんです。考えすぎと分かっていても止まらないんですよね。大抵は杞憂なんですけど、時々的中するから余計に深読みが加速してしまうんです。16番、想像の中で壮大なストーリーを妄想する。通勤電車の中、お風呂の中、寝る前、あらゆる隙間時間に壮大な物語を脳内で展開しているんです。自分が主人公の冒険ストーリー、理想の恋愛ストーリー、世界を救う英雄譚など、映画化おまけの完成度だったりします。現実逃避ではなく創造性を発揮する場所で、この豊かな想像力が INFJ のクリエイティブな才能の源になっているんです。17番、直感と理性のせめぎ合いで迷子になる。論理的に考えると A が正しい。でも直感的には B の方がいい気がする。頭と心が違うことを言っている時の葛藤が激しすぎるんです。どちらも大切にしたいから決断に異常に時間がかかることありますよね。最終的には直感を信じることも多いんですけど、そこに至るまでの内的格闘は壮絶だったりします。この複雑な思考プロセスが INFJ の慎重さの理由なんです。18番、完璧主義が抜けない。中途半端が大嫌い。やるなら完璧にが基本スタンスなんです。レポート一つが聞くにも構成化や文章の一字一句まで納得いくまで何度も遂行してしまいます。他人から見るとそこまでしなくてもレベルまで追求してしまうことも、完成度の高いものを作り出せる一方で完璧を求めすぎて疲れ果てたり締め切りに間に合わなくなったりする諸刃の剣なんですよね。19番、一度ハマると深すぎる探求をしてしまう。興味を持った分野についてはとことん掘り下げないと気が済まないんです。好きなアーティストができるとデビュー前の音源まで探し出し、影響を受けた音楽家まで調べ上げるほど、この探求心の深さが専門性の高い知識につながるんですけど、周りからはそこまでやるってことを変えるレベルだったりします。広く浅くより狭く深くが基本スタイルなんです。20番、カオスな状況に意外な対応力を発揮。普段は計画的で慎重なのに、緊急事態やトラブルが起きると意外にも冷静に対処できるんです。パニックになっている周りを落ち着かせ、的確な判断を下します。なんでそんなに落ち着いてるのって驚かれることもありますよね。平常時の慎重さと非常時の決断力、この二面性が INFJ の隠れた強みでもあるんです。21番、人生の意味をずっと探し続けている。私は何のために生まれてきたのか、この人生で成し遂げるべきことは何か、哲学的な問いを常に心の奥で抱えているんです。仕事選び、人間関係、日々の選択全てに意味を求めてしまうんですよね。表面的な成功や楽しさだけでは満足できず、深い休日感や使命感を追求し続けます。この探求心が INFJ の人生を豊かにする原動力なんです。22番、自分だけの独特な世界観を大切に守っている。他人には理解されにくい独自の価値観や意識を大切にしているんです。それは長年かけて培ってきた宝物で、変わってるって言われてもこの世界観だけは絶対に譲れないって感じますよね。むしろこの独特さこそがアイデンティティの核心部分なんです。同じ世界観を共有できる人に出会った時の感動は計り知れないものです。23番、フィーリングで人を見抜く天才。初対面でもこの人はいい人、この人は要注意と直感的に判断できるんです。論理的な根拠はないんですけど、大抵当たっていますよね。相手の本質を見抜く能力が異常に高く、表面的な魅力に騙されることは少ないんです。この人は信頼できるか一瞬でわかる。
言葉と表情が一致してないのがわかるという体験談も多いんです。24番、深夜に哲学モードに突入する。夜中の静寂の中で突然深い思考の世界に入り込んでしまうことありませんか？昼間は忙しさに紛れて考えられなかった人生の大きなテーマについてじっくりと向き合う時間なんです。夜中に突然人生について考え始める。寝る前にふと宇宙の果ててってどうなってるんだろうと考える。この深夜の試作タイムが INFJ にとっての貴重な自分時間なんです。25番、自分でも自分がよくわからない時がある。私って本当はどんな人なんだろう。他人のことは深く理解できるのに自分のことが一番の謎って感じますよね。気分や状況によって全然違う反応をする自分に困惑することもあります。自分って何者なんだろう。なんでこんなこと考えちゃうんだろうと自問自答の日々。この複雑さは欠点ではなく人間としての深みの証拠でもあるんです。26番、話すより聞く方が圧倒的に好き。会話では自然と聞き役に回ってしまい相手の話に深く共感しながら適切な相槌と質問で心を開かせるプロなんですよね。あなたといると話しやすいってよく言われるんですけど実は自分のことはほとんど話していないんです。相手の言葉の裏にある本音や感情を読み取ろうと深く耳を傾け本質的な交流を求めているんです。でも本当は自分の話も聞いてほしいって密かに思っているんです。27番、共感力を使いすぎて精神的に疲労困憊。他人の感情自分のことのように感じてしまうため一日中人と接していると心がボロボロになってしまうんです。友人の失恋話を聞いただけで自分まで泣きそうになったり職場の愚痴を聞いて働いてるわけでもないのにストレスを感じたり喜びや悲しみだけでなく怒りや不安といったネガティブな感情まで吸収してしまうんですよね。共感疲れという言葉がぴったりで人との交流後には一人で心を休ませる時間が必要不可欠なんです。28番、深い話が大好物。表面的な会話は苦痛。天気や芸能ニュースなど当たり障りのない会話はエネルギーを消耗するだけで心からの満足感が得られないんです。 INFJ が本当に求めているのは人生観、哲学、夢、悩みといった本質に触れる深い対話なんですよね。心のつながりを感じられる深意話ができる相手とは時間を忘れて語り明かすことができます。もっと本音で話したい、薄っぺらい話だと満足できないが本音なんです。29番、誰かのために動きすぎて自己犠牲しがち。困っている人を見ると放っておけず自分の時間や労力を顧みずに手を差し伸べてしまうんです。私がやれば解決するって思うと自分のことを後回しにしてでも他人を助けようとしてしまいます。友人の引っ越し、職場の残業、家族の用事、断れない性格で気がつくと自分の時間はゼロに。ありがとうって言われると嬉しいんですけど内心では疲れ果てていることも多いんです。30番、人の問題を自分のことのように感じてしまう。友人が仕事で悩んでいるとまるで自分の問題のように心配になり相手以上に解決策を考えて夜も眠れなくなることもあるんです。相手の苦しみを分かち合いたいという思いが強いため必要以上にその問題に感情移入してしまうんですよね。そこまで心配しなくてもって言われるんですが他人事として割り切ることができない深い共感力の表れなんです。31番、人に合わせて人格を切り替えている感覚。家族、友人、職場、相手によって全然違う自分になっている感覚がありませんか？意識的に演技をしているわけではなくその場に最適な自分を自然に選択しているんです。相手が心地よく感じるように配慮したり間の調和を保ちたいという思いから来るもので決して偽っているわけではないんですよね。どれが本当の私なんだろうって混乱することもあるんですがこの適応力こそが INFJ の社会性の高さの証拠なんです。32番、みんなでワイワイが実は少し苦手。大人数での賑やかな集まりは実は少し苦手で楽しそうに振る舞いながらも内心では疲れているんです。多くの人々のエネルギーや感情が飛び交う空間では情報型となり全員に気を配ろうとして気がつくと自分が一番疲れていることもありますよね。今日楽しかったねって言いながら家に帰ると一人になりたくて仕方ないって感じです。33番、無意識に人を選別している。でも悪気はない。この人とは深い話ができそう、この人は表面的な付き合いでいいかなと直感的に相手との関係性の深さを決めてしまうんです。出会った人々の内面を無意識のうちに深く観察し本当に信頼できる相手かどうかを瞬時に見極めてしまいます。表面的な魅力ではなくその人の本質的な価値観や誠実さを重視するためで悪意があるわけではないんです。34番、言葉にならない微妙な雰囲気の変化を敏感に察知する。会議室に入った瞬間の重い空気、友人の冗談の裏に隠された寂しさなど誰にも言われていないのに察知してしまうんです。相手の表情の 0.1 秒の変化、声のトーンのわずかな違い、情の空気の微妙な変化、まるで高性能センサーを搭載しているようですよね。この能力のおかげで場を読むのが得意なんですが情報過多で疲れることも多いんです。35番、人が好きだけど一人も好きという矛盾。人との深いつながりを求めているのに同時に一人の時間も絶対に必要なんです。人恋しいけど人使いするという矛盾した感情を常に抱えていませんか？深く人と関わることで得られる充実感と一人で内省する時間から得られる心の平穏、その両方が INFJ にとって不可欠なんです。
この複雑さを理解してくれる人はなかなかいないんですよね。36番、寂しがり屋なのに距離を取りたがる。心の奥では理解されたい、受け入れられたいって強く願っているのに、実際に人が近づいてくると壁を作ってしまうんです。寂しいから人を求めるけど、近づかれると怖くなって距離を取る。自分の繊細な心を守るため、あるいは相手に負担をかけたくないという配慮から、自ら距離を取ってしまう矛盾した行動パターンなんです。37番、心を開きたいけど傷つくのが怖い。本当の自分を見せて拒絶されることを恐れているんです。この人になら心を開いても大丈夫かなって慎重に見極めるんですけど、なかなか踏み出せないんですよね。過去に傷ついた経験があると、より慎重になってしまいます。でも一度信頼関係が築けると、驚くほど深い絆を結ぶことができるんです。時間はかかるんですが、その分価値のある関係を築けるんです。38番、理解してもらえないと感じると一気に引く。この人は私のことを分かってくれないって感じた瞬間、心のシャッターが閉まってしまうんです。表面上は変わらず接するんですが、内心では距離を置いています。表面的な共感ではなく、自分の本質を理解してほしいという欲求が強いため、それが叶わないとこの人とは深くつながれないって判断してしまうんです。39番、好きと信じられるは全く別の感情。この人のことは好きだけど、信頼できるかは別問題って感じることありませんか？感情と理性を明確に分けて考える傾向もあるんです。人柄や才能に惹かれて好きになることはあっても、心から信じるためには、その人の言動や価値観が INFJ 自身の倫理観や理想と合致しているか、時間をかけて見極める必要もあるんです。40番、人間関係に独自の美学がある。友人関係はこうあるべき、恋愛関係はこうでなければという独自の価値観を持っているんです。お互いを尊重し、深く理解し合い、助け合うような純粋で高潔な関係性を理想とします。打算や表面的な付き合いを嫌い、心からのつながりを追求するため、その美学に合わない関係は自然と淘汰されていくんです。41番、一度信頼すると全力で尽くしてしまう。信頼関係が築けた相手には惜しみなく愛情を注いでしまうんです。相手の幸せのために自分ができることは何でもしようとし、時には自己犠牲的になりすぎて周りから心配されることもありますよね。でもこの深い愛情こそが INFJ の魅力であり、真の友人や恋人を引きつける理由でもあるんです。42番、相手の気持ちを汲みすぎて自分を後回し。相手がこう思ってるから私はこうしようと常に相手の立場に立って考えてしまうんです。自分の気持ちよりも相手の気持ちを優先してしまい、気がつくと自分が何をしたいのか分からなくなることもありますよね。他者の感情やニーズを敏感に察知し、それに応えようと常に気を配っているんです。43番、無理に笑って場の空気を守ろうとする。場の調和を何よりも大切にするため、たとえ自分の感情が伴わなくても、その場の雰囲気を壊さないために無理に笑顔を作ったり愛想笑いをしたりしてしまうんです。本当は辛いのに笑顔を作ったり、本当は怒っているのに優しく振る舞ったり、心の中では疲弊していても周囲に心配をかけまいと振る舞ってしまうんです。44番、相手の言葉の裏を考えすぎて疲れる。お疲れ様という挨拶一つでも本当にねぎらってくれてるのか、それとも社交辞令なのかって考えてしまうんです。相手の真意を探ろうとして言葉の裏の裏まで読もうとしてしまいます。些細な一言から相手の真意を探ろうとし、時にはネガティブな意味合いまで想像してしまい、不必要なまでに疲弊してしまうんです。45番、3人での会話が意外と苦手。誰かが浮くのが嫌。1対1なら得意なんですけど、3人になると急に難しくなってしまうんです。誰かが会話に入れなくなったらどうしよう、私が話しすぎて他の人が黙っちゃったらどうしようって全員に気を配りすぎて、結果的に自分が黙ってしまうこともありますよね。会話のバランスを常に気にしてしまい、誰かが疎外感を感じていないか気を使いすぎてしまうんです。46番、恋愛では安心感を何より重視。ドキドキよりも安心感、刺激よりも安定感を求めるんです。この人といると心が落ち着く、元の自分でいられることが最高の恋愛の条件なんですよね。単に安定した関係という意味だけでなく、相手が自分の繊細な心を受け入れ理解してくれるという精神的な安全地帯を意味するんです。相手の愛情を確信できるまで時間がかかるんですけど、一度安心できれば深い愛情を注ぎます。47番、付き合った瞬間から別れのシナリオまで想定。恋愛が始まった瞬間からもし別れることになったら、この関係はいつまで続くのかって考えてしまうんです。決してネガティブ思考ではなく、先の展開を予測し心の準備をしておくという INFJ の特性の表れなんです。今が幸せだからこそ失うことを恐れているという複雑な心理状態で、この慎重さが長続きする関係を築く秘訣でもあるんです。48番、好きな人ができても一人時間は絶対に必要。どんなに愛する人とでも一人の時間は譲れないんです。毎日一緒にいたいって言われると、内心ではそれはちょっとって思ってしまいます。恋人といる時間も大切なんですが、自分と向き合う時間がないと心のバランスが崩れてしまうんですよね。定期的に一人で心を落ち着かせ内省する時間を持つことで、より充実した関係を築くことができるんです。49番、本気で恋すると言葉が出なくなる。普段は饒舌なのに本当に大切な人の前では言葉が出てこなくなってしまうんです。
好きという気持ちが大きすぎてどう表現していいかわからなくなってしまいます。頭の中では伝えたい気持ちでいっぱいなのに、いざ相手を目の前にすると緊張や完璧に伝えたいという思いから言葉が出てこなくなってしまうんです。相手にはクールだねって思われがちなんですが、実は内心では感情の嵐が吹き荒れているんです。50番、感情をぶつけて相手を傷つけることを異常に恐れる。怒りや悲しみを素直に表現すると相手を傷つけるのではないかって恐れ、感情を内に秘めてしまうんです。本当はこう思ってるけど言ったら嫌われるかもと自己啓発が働いてしまいます。怒りや不満を感じてもそれを直接的にぶつけるよりも一度冷静になって言葉を選ぶんです。結果的に相手には本心が伝わらず、何を考えているかわからないって言われることもあるんです。51番、恋人関係の正解。必死に研究してしまう。恋人同士ってどのくらいの頻度で連絡取るのは普通？記念日はどう祝うべきと恋愛の正解を探そうとしてしまうんです。本や映画、他人の関係性を参考に必死に研究してしまうんですよね。相手に最高のパートナーでありたいという思いと関係を良好に保ちたいという願望の表れで、この真面目さが可愛らしくもあり、時に重荷にもなってしまうんです。52番、理想主義で妥協しない。運命の人を探している。この人は運命の人なのかなって常に考えているんです。単なる外見やステータスだけでなく、価値観、倫理観、精神的なつながりといった内面的な要素に重きを置くんですよね。表面的な魅力よりも内面の美しさを重視し、価値観の一致を何より大切にします。この理想の高さが時に恋愛のチャンスを逃す原因にもなるんですが、妥協はしたくないんです。53番、独占欲は強めだけど束縛はしたくない。この人は私だけのものという気持ちは強いんですが、相手の自由を奪いたくはないんです。心の中では愛する人を独占したいという強い欲求を秘めているんですけど、相手の自由や個性を尊重するため実際に束縛するような行動には出ないんですよね。嫉妬心はあるけれどそれを表面に出すのは良くないと理性で抑える複雑な心理なんです。54番、相手の幸せな顔が最大の幸福。自分が幸せになることよりも相手が喜んでくれることに最大の喜びを感じるんです。愛する人が心から幸せそうにしている姿を見ることほど大きな喜びはないんですよね。サプライズを考えている時、プレゼントを選んでいる時が一番楽しく、相手の笑顔を見るためならどんな努力も惜しまないんです。55番、ロマンチックなシチュエーションに異常に弱い。夕日の中での告白、晴れの日の早い傘、クリスマスの夜景、映画のようなロマンチックなシーンに憧れるんです。高価なプレゼントよりも手紙や手作りのもの、2人だけの特別な場所での思い出など、感情や意味が込められたものに深く感動します。現実的な恋愛よりも物語のような美しい恋愛を夢見る理想主義者なんです。56番、こまめな連絡と愛情表現をしてくれる人が好き。おはよう、おやすみと連絡、ちょっとした気遣いのメッセージに心を動かされるんです。大きなサプライズよりも日常の小さな愛情表現に価値を感じるんですよね。言葉や行動で大切にされていると感じることで安心感を得て、関係の絆をより強く感じることができます。愛してると言葉で表現してくれる人に安心感を覚えるんです。57番、偽の優しさは一瞬で見抜いてしまう。表面的な優しさと本物の優しさを瞬時に見分ける能力があるんです。君の種を持ってと言いながら実は自分のことしか考えてない人がいたら即座にこの人嘘ついてるって分かっちゃうんです。人の本質を見抜く洞察力が非常に高いため、表面的な優しさや下心のある親切を瞬時に見破ってしまうんです。58番、グイグイ来られると逃げたくなる。積極的にアプローチされるとなぜか距離を取りたくなってしまうんです。初対面やまだ関係が浅い段階で相手から一方的に距離を詰められたり強引にアプローチされたりすると途端に身構えてしまいます。君可愛いね、連絡先教えてというような直球アプローチは苦手で、ゆっくりと時間をかけて関係を築いていきたいタイプなんです。59番、モラルや礼儀がない人は恋愛対象外。店員への態度、公共の場でのマナー、言葉遣い、相手の人格を細かくチェックしているんです。どんなに外見が良くても人としての品格がない人は恋愛対象から即座に除外してしまいます。人としての基本的なモラルや礼儀は恋愛関係を築く上での必須条件で、この価値観の厳格さが時に理想が高すぎると言われる原因なんですが、譲れない部分なんです。60番、一途すぎて相手の変化に敏感になりすぎる。一度愛した人への愛情は深く長続きするんですが、その後相手の些細な変化に敏感になってしまうんです。最近連絡の頻度が減った、キスの仕方が変わったなど小さな変化から愛情が冷めたのかもと不安になってしまいます。パートナーの些細な言動の変化や機嫌の良し悪しに異常なほど敏感になってしまうんです。この一途さが時に相手にプレッシャーを与えることもあるんですが、深い愛情の証でもあるんです。61番、朝はゆっくり過ごして内面と向き合いたい。朝の静寂は INFJ にとって一日で最も神聖な時間なんです。目覚めてすぐに快快の刺激にさらされるのではなく、コーヒーを入れながら今日の気分を確認したり、窓の外の景色を眺めながら心の準備を整えたりします。今日はどんな一日にしよう、昨日の出来事をどう消化しようと内面と対話する貴重な充電時間なんです。この朝の儀式がないと一日中心のバランスが崩れたような感覚になってしまうんです。
62番、待ち合わせ場所に着くまで不安で仕方ない。本当にこの場所で合ってるかな。道に迷ったらどうしよう。相手を待たせてしまったら申し訳ないと頭の中で無限ルートが始まってしまうんです。責任感の強さと完璧主義が合わさって30分前に到着してしまうことも日常茶飯事です。スマホで何度も場所を確認し、電車の遅延情報をチェックし、あらゆるもしもを想定して心配してしまいます。でも無事に会えた瞬間の安堵感は格別なんです。63番、早起きしても結局顔出るのはギリギリ。朝は余裕を持って起きるのになぜか準備に異常に時間がかかってしまう不思議な現象なんです。服装を何度も変えてみたり、忘れ物はないかなと何度もバッグの中身を確認したり、ふと思い出したことをメモしたり、時間があると思うとのんびりしてしまい、気がついたらやばいと慌てて家を飛び出すパターンを毎回繰り返しているんです。64番、人混みが苦手、隅っこの席を愛している。人混みにいるとまるで他人の感情や思考が電波のように飛び交っているのを感じて疲れ果ててしまうんです。カフェでは壁際、電車では端の席、映画館では通路側、常に逃げ道を確保してなります。隅っこは外界からの刺激を最小限に抑えられる安全地帯で、そこにいるだけで心が落ち着くんです。端っこマスターと呼ばれるほど隅っこを見つける能力に長けているんです。65番、買い物は隠密行動、メモ必須で効率重視。買い物前には軍事作戦のような詳細なリストを作成し、最短ルートを脳内でシミュレーションします。店内では知り合いに遭遇しないよう祈りながら、必要なものだけを素早く購入して速やかに撤退するんです。買い物は戦場だが合言葉で、無駄な時間や余計な人間関係のエネルギー消費を徹底的に避けます。この効率性は他のタイプには真似できないレベルなんです。66番、電車やバスでは必ず端の席を選ぶ。両隣に人が座る真ん中の席は圧迫感で息が詰まりそうになるため絶対に避けたいんです。端の席なら片側だけ気を使えばよく、心理的負担が半分になります。混雑した車内でも端の席が空いていないか常にレーダーを張り巡らせ、立っていても端のポールの近くをキープします。この行動は他人との物理的心理的距離を適切に保ちたいという本能的欲求の表れなんです。67番、音楽中毒者レベルで聴き続けている。一日中何かしらの音楽が流れていないと落ち着かないんです。通勤中、作業中、家事中、散歩中、イヤホンは体の一部と化しています。音楽は外界からの刺激を遮断し、自分だけの世界を作り出すバリアの役割を果たすんです。気分や状況に合わせて細かくプレイリストを作り分けており、音楽によって感情をコントロールする術を心得ているんです。68番、休日はパジャマでのんびりが至福。平日の人間関係や社会生活で消耗したエネルギーを回復するため、休日は徹底的にオフモードに切り替えるんです。パジャマのまま一日中過ごし、誰にも気を使わず自分のペースで好きなことをする時間は最高の贅沢です。今日は一歩も外に出なかったという日に満足感を覚え、これこそが真のリラックスタイムだと実感しているんです。69番、静かなカフェで一人読書が最高の贅沢。騒がしいカフェではなく、落ち着いた雰囲気の隠れ家的なカフェを愛用します。一人で本を読みながらコーヒーを飲む時間は、心が完全にリラックスできる至福の瞬間なんです。適度な雑音があることで完全な静寂よりも集中でき、他人の存在を感じながらも一人の世界に没頭できる絶妙な環境なんです。お気に入りのカフェは自分だけの秘密基地のような特別な場所になるんです。70番、美しいものや雰囲気を異常に大事にする。夕日の美しさ、雨の音、花の香り、一人と彼のコントラスト、日常の中の美しい瞬間を見逃さず深く感動するんです。美術館で一つの作品の前に何十分も立ち尽くしたり、美しい風景に出会うと時間を忘れて見入ったりします。美的体験は INFJ にとって心の栄養であり、創造性やインスピレーションの源なんです。逆に美しくない環境にいると心が乱れてしまうんです。71番、インテリアにこだわりが強すぎる。自分の部屋は完全にプライベートな聖域なので、家具の配置から色合い、小物の一つ一つまで徹底的にこだわるんです。この部屋にいると心が落ち着くという理想の空間づくりに情熱を注ぎ、時には予算オーバーしてでも理想のアイテムを購入してしまいます。部屋の雰囲気が自分の精神状態に直結するため、居心地の良い空間づくりは妥協できない重要事項なんです。72番、意味のないことが大嫌い。なぜこれをやる必要があるのか、この行動にどんな意味があるのかを常に考えており、答えの見つからない作業は苦痛でしかないんです。無駄な会に、形式だけのイベント、本質のない雑談、目的や意義が見えないことに対して強いストレスを感じます。効率性よりも意味を重視し、たとえ時間がかかっても意義のあることに取り組みたいと思っているんです。73番、芸術、文学、音楽に心を奪われる。小説の一節に涙したり、絵画の前で時間を忘れたり、音楽を聴いて人生について考え込んだりするんです。芸術作品から受ける感動は INFJ にとって人生を豊かにする重要な体験なんです。表面的な鑑賞では満足できず、作品に込められたメッセージや作者の思いを深く読み取ろうとします。芸術は言葉では表現しきれない感情や心理を伝えてくれる貴重な言語なんです。74番、心に刺さる作品には人生を捧げる勢い。
一度魂を揺さぶられるような作品に出会うと、その世界観に完全に没入し、人生観にまで影響を受けてしまうんです。同じ作品を何度も読み返し、関連する作品を調べ尽くし、作者の他の作品まで全て制覇しようとする研究者並みの熱量です。この作品に出会えて人生が変わったと本気で思っており、その作品について語り合える仲間を心から求めているんです。75番、一人旅で人生について考えるのが好き。知らない土地を一人で歩きながら、人生の意味や自分の将来について深く考える時間を愛しているんです。誰にも邪魔されず、自分のペースで移動し、気になった場所で立ち止まり、内省にふけることができる一人旅は最高の自分時間なんです。旅先で出会う風景や体験も、普段は見えない自分の本心や新たな発見をもたらしてくれます。帰宅後は必ず何かしらの成長を実感しているんです。76番、意義ある仕事じゃないとやる気が出ない。単にお金のためだけの仕事では心から満足できず、この仕事は誰かの役に立っているのかな、社会にどんな貢献をしているのかなって常に自問してしまうんです。給料が高くても意味を感じられない仕事は続けられず、逆に給料が安くても社会的意義を感じられる仕事なら情熱を注ぐことができるんですよね。生きるために働くではなく、意味のために働くが INFJ の基本スタンスなんです。77番、表に出ないけど実はリーダー気質。前面に出て指揮を執るタイプではないんですけど、チームの調和を保ち、メンバーの能力を引き出し、プロジェクトを成功に導く彼のリーダーとしての才能を持っているんです。人の気持ちを理解し、適材適所で役割を振り分け、全体のビジョンを共有することで自然とチームをまとめ上げてしまうんですよね。あの人がいるとなぜかうまくいく、頼りになるって言われることが多いんです。78番、一人で黙々とできる仕事が転職。大勢でワイワイやる仕事よりも、集中して一人で取り組める仕事の方が圧倒的に能力を発揮できるんです。研究、執筆、デザイン、プログラミングなど、深く考えながら創造性を発揮できる仕事が向いているんですよね。他人に邪魔されず、自分のペースで完璧を追求できる環境で最高のパフォーマンスを発揮します。頻繁な割り込みや騒がしい環境は生産性を著しく低下させてしまうんです。79番、少人数チームの方が力を発揮できる。大人数の会議では発言しにくいんですけど、3、4人の少人数チームでは積極的にアイデアを出し、深い議論を楽しむことができるんです。一人一人の顔が見える関係性の中で、お互いの強みを理解し合いながら協力することを好みます。大企業の歯車になるよりも、ベンチャー企業やスタートアップのような密接な関係を築ける職場環境を求める傾向が強いんですよね。80番、社会に対する使命感が人一倍強い。この世界をより良い場所にしたいという思いが人一倍強く、仕事を通じて社会問題の解決に貢献したいって心から願っているんです。環境問題、教育格差、人権問題など社会的な課題に関心が高く、自分の専門性を生かしてそれらの問題に取り組みたいって考えているんですよね。単なる自己実現ではなく、社会全体の幸福に貢献することに真の生きがいを感じるんです。81番、ビジョンを描くのが得意で長期的視点を持つ。目先の利益よりも5年後、10年後の将来を見据えた戦略を立てるのが得意なんです。現在の状況から未来の可能性を読み取り、理想的な未来像を描いて、そこに向かうためのロードマップを作成する能力に長けています。プロジェクトの方向性を決める際には必ず長期的な視点から判断し、持続可能な成長を重視するんです。この先見性が INFJ の強みの一つなんですよね。82番、人の才能を見抜いて育てるのがうまい。チームメンバーや部下の隠れた才能を発見し、それを伸ばすためのサポートをするのが天才的にうまいんです。一人一人の個性や強みを深く理解し、その人に最適な成長の機会を提供します。厳しく指導するよりも相手の実践を尊重しながら、適切なアドバイスやフィードバックを与えることで人材育成に貢献するんですよね。あの人のおかげで成長できたって感謝されることも多いんです。83番、理想と現実のギャップに葛藤しがち。こうあるべきという強い理想と現実の制約や限界との間で常に葛藤してしまうんです。完璧を求める性格と現実的な妥協の間で板挟みになり、時にはストレスを感じることもあります。もっといい方法もあるはず、なぜ理想通りにいかないのかなって考え続けてしまうんですよね。でもこの葛藤こそが INFJ をより良い未来に向かって駆り立てる原動力でもあるんです。84番、理想の働き方を追求し続ける。自分にとって最適な働き方は何か常に模索し続けているんです。ワークライフバランス、職場環境、人間関係、仕事の内容、あらゆる要素を総合的に考えて自分らしく働ける環境を求め続けるんですよね。転職を繰り返してでも妥協せずに自分の価値観に合った働き方を見つけたいって思っています。この探求心が時に転職癖と誤解されることもあるんですけど、実は真剣な人生設計の表れなんです。85番、在宅ワークが性に合っている。従来のオフィス環境って INFJ にとって常に五感を刺激して、時には過剰な情報にさらされる場所なんですよね。通勤ラッシュの喧騒、オフィスの雑音、頻繁な割り込み、同僚との絶え間ない雑談、そして形式的な会議の多さ、これらって私たちが INFJ の持つ繊細な内面と共感能力を著しく消耗させてしまう要因になるんです。在宅ワークは
こうした外部からの刺激を大幅に遮断して自分だけの集中できる空間と時間を作り出すことを可能にしてくれます。私たち INFJ は深い内省と創造的な思考に没頭するために邪魔されない環境を何よりも重視するんですよね。自分のペースで仕事を進めて必要に応じて休憩を挟んだり、時には思考を整理するために静かに瞑想する時間も確保できるんです。人間関係のストレスも最小限に抑えられるので INFJ は在宅ワークで最高のパフォーマンスを発揮して心身ともに充実感を得ることができます。これは単なる快適さの追求ではなくて、自身のエネルギーを最適に管理して本来持つ洞察力や以上を最大限に引き出すための、私たち INFJ にとって極めて合理的で理想的な働き方なんです。86番、横断歩道で車が待っていると小走りになる。信号側でも車が待っている状況だと申し訳なさから自然と足早になってしまう現象ありませんか？法律的には歩行者優先で堂々と歩けばいいのに、運転手さんを待たせて申し訳ないな、急いでいるかもしれないっていう気持ちが勝ってしまうんですよね。特に目があったりするとまるで謝罪するかのように軽く頭を下げながら小走りで渡る光景は INFJ あるあるの代表格なんです。この行動の根底にあるのは他人への深い配慮と迷惑をかけたくないっていう思いやり、そして相手の立場に立って考える共感性なんです。私たち INFJ は他者の感情や状況を敏感に察知する能力が非常に高いので、ドライバーの気持ちを想像して場の空気を円滑にしたいっていう超愛の強い欲求から無意識にこの行動をとってしまうんですよね。でも実は運転手側も急がなくていいのにって思っていることが多くて、 INFJ の優しさが空回りしている微笑ましい瞬間でもあるんです。87番、満員電車を押して入ることができない。満員電車に無理やり押し込まれるくらいなら次の電車を待つ方を選んでしまいますよね。他人との物理的接触に対する強い抵抗感と押し込んだら他の人が不快になるかもっていう配慮が合わさって結果的に遅刻ギリギリになることも少なくないんです。朝の通勤ラッシュではホームで何本も電車を見送りながら今度こそ乗れるかなって祈るような気持ちで待っていますよね。この行動は単なる物理的な嫌悪感だけじゃなくて他人のパーソナルスペースを侵害することへの罪悪感、そして自分自身のエネルギーフィールドが他人と混ざり合うことへの本能的な拒否反応の表れなんです。私たち INFJ は他者との心理的なパーソナルスペースも非常に重要視するので、見知らぬ人々に密着すること自体がストレスであることに加えて他人の空間を侵害しているのではないか、不快な思いをさせているのではないかっていう不安は強く働くんですよね。 HSP 交換受精者の特性とも重なる部分で INFJ の繊細さを物語る典型的な行動パターンなんです。わかる人言うってコメントすると大量のわかりすぎる、毎朝の苦痛といった共感コメントが寄せられる鉄板ネタでもあるんですよ。88番、石橋を叩いて渡らないが渡ると決めたら川を泳ぐ。慎重に慎重を重ねて検討してリスクを徹底的に分析するんですけど、それでもやっぱりやめておこうって結論付けることが多い超慎重派なんですよね。私たち INFJ は行動を起こす前に徹底的に情報を収集してあらゆるリスクを想定して深く考え抜く傾向があるんです。これは直感によって未来の可能性や潜在的な危険を予見する能力が優れているからなんです。もしこうなったらどうしよう、あの要素が絡むと複雑になるなって考えられる限りのシナリオを脳内でシミュレーションするため石橋をはたきすぎて壊してしまったり、あるいは安全が完全に保証されない限り渡らなかったりっていう状況に陥りがちなんですよね。でも一度やるって決めた時の行動力と集中力は他の追随を許さないレベルに達するんです。一度これだって確信して私自身の信念に基づいた決断を下したならば、その目標達成のためにはどんな困難も厭いません。周囲の不可能だって諦めるような状況でも持ち前の強い意志と内なるビジョンを信じて常識を覆すほどの粘り強さと実行力で突き進みます。この極端な振り幅が INFJ の魅力でもありますし、周囲を驚かせる要因でもあるんです。あの慎重な人がこんなことするなんてって言われるんですけど、実は長期間の内省と準備があったからこその決断力なんです。この川を泳ぐほどの決意は表面的な慎重さの裏に隠された INFJ の有義な信念と不屈の精神の証なんですよね。この表現の絶妙さに言えてみよう、まさにそれっていうコメントが殺到する名言級のあるあるなんです。89番、方向音痴でショッピングモールで迷子になる。 GPS があっても道に迷ってしまったり、ショッピングモールのトイレから出ただけで自分がどこにいるのかわからなくなってしまったりする現象ありませんか？地図を見ても北はどっちから始まって現在地を把握するまでに時間がかかりすぎて結局迷子になってしまうんですよね。この方向音痴は単なる空間認識能力の問題だけではなくて、私たち INFJ の内面世界に意識を向けすぎているために外界の物理的な情報処理に意識が向かないことが原因なんです。 INFJ の強みは概念的抽象的な思考や未来の可能性を直感的に捉えることなんですけど、その反面具体的な空間認識や現実世界での方向感覚にはやや苦手意識を持つことがあります。頭の中では常に何かを考えているので道順や目印を記憶する余裕はなかったり、周囲の人の流れや天の雰囲気に気を取られて自分の位置を見失うことも少なくないんです。
友人との待ち合わせでは道に迷って遅れますもラインを送ることは日常茶飯事ですし、なんでそんなに迷うのって不思議がられますよね。でも本人にとっては真剣な悩みで、迷子になるたびになんで私はこんなに方向音痴なんだろうって自己嫌悪に陥ることもあります。駅を一周して元の場所に戻ってくる、いいから徒歩5分のコンビニで迷うなど、具体的で笑えるエピソードが大量に寄せられる INFJ の愛らしい弱点の一つなんです。90番、年上の人やおばあちゃんに異常に好かれる。なぜか年上の方から可愛がられることが多くて、特におばあたん世代からは「いい子ね、しっかりしてるわね」って愛されるんですよね。私たち INFJ は相手の感情を深く理解して尊重する能力に長けているので、年配の方々から特に好意を持たれやすい傾向があるんです。礼に正しさ、落ち着いた雰囲気、相手の話を真剣に聞く姿勢、そして何よりこの子は信頼できるっていう直感的な安心感を与える能力が年上の方々の心をつかむんだなって感じます。私たちは相手の話に心から耳を傾けて共感を示すだけじゃなくて、相手の経験や知恵を重んじる姿勢を自然と示すことができるんですよね。バスや電車で席を譲られることも多くて、まだ若いのにって言いながらもなぜかおばあちゃんたちから特別扱いされることもあります。職場でも年上の先輩からあなたなら安心して任せられるって信頼されて相談事を持ちかけられることが多いんです。私自身も年配の方々が持つ人生の物語や深い洞察に興味を抱いて敬意を持って接するので、世代を超えた深い交流が生まれやすいんですよね。この現象の背景には INFJ が持つ包容力と相手を尊重する姿勢、そして年齢に関係なく人として接する真摯な態度があるんだなって思います。近所のおばあちゃんから野菜もなぜか年上の人に相談されるといった具体的エピソードで盛り上がる INFJ の隠れた社会的魅力を表す項目なんです。91番、初対面で落ち着く、癒されると言われがち。初めて会った人からなんか一緒にいると落ち着く、癒される、安心するって言われることありませんか？特別なことをしているわけではないのに INFJ の存在そのものが他人に安らぎを与える不思議な力を持っているんですよね。私たち INFJ は内向的でありながらも他者の感情を敏感に察知してその場の調和を重視する特性を持っているので、初対面の相手に対しても相手の安心して話せるような穏やかで受け入れ体制の雰囲気を作り出すのがすごく得意なんです。穏やかな話し方、相手を受け入れる包容力、批判しない姿勢、そして何よりこの人は私を理解してくれそうっていう安心感を醸し出す雰囲気が初対面の緊張を和らげてくれるんですよね。相手の話を深く聞いて共感して適切な反応を返すことで短時間でも深いつながりを感じさせることができるんです。なんでだろう、あなたといると心が軽くなる、初めて会った気がしないといった感想をもらうことも多くて、私自身もそんなつもりはないんだけどって戸惑いながらも内心では嬉しく思っています。この特殊能力は INFJ が持つ深い共感力と重要性、そして相手の心に寄り添う自然な姿勢から生まれるもので、カウンセラーや心理療法士に INFJ が多い理由の一つでもあるんです。 INFJ の間ではよく言われる癒し系って言われるけど、実は繊細といった共感とこの能力の裏にある心の負担についての深い議論が展開されますよね。92番、物語の結末から見て1話に戻るのが好き。ドラマや小説を最終回や最終章から見て、その後1話に戻ってあの時の伏線はここに繋がるのかって発見する楽しみ方、好きじゃありませんか？ネタバレを恐れるどころか結末を知った上で物語を味わうことで作者の意図や細かい演出、キャラクターの心理描写をより深く理解できるって感じますよね。この独特な楽しみ方は私たち INFJ が持つ全体像を把握してから詳細を理解したいっていう思考パターンの表れで、先のわからない不安よりも構造を理解した上で物語に没入することを好むんです。 INFJ は物事の全体像や本質を捉えようとする傾向が非常に強いので、物語に対しても独特なアプローチをするんですよね。結末を知ることでキャラクターの行動の伏線や物語全体のテーマ、作者の意図などをより深く理解できるって感じるんです。ミステリーでも犯人を先に知ってから読み、どうやってこの結末に導くのかなっていう作者の機構を楽しむことありますよね。友人からはそれじゃつまらないでしょって言われるんですけど、私たち INFJ にとってはこの方法こそが最も深く作品を味わえる方法なんです。映画も2回目以降の方が楽しめることが多くて、1回目で全体を把握して2回目で細部を味わい、3回目で真の感動を得っていう段階的な楽しみ方をします。この行動パターンは INFJ の分析的思考と物事の本質を理解したいっていう深い欲求を表しているんです。93番、アドリブが苦手で常にもしもを想定している。予期しない状況に対する不安からあらゆるもしものシナリオを事前に想定してそれぞれに対する対応策を頭の中で準備していますよね。私たち INFJ は計画性や予測を非常に重視するタイプなので、突発的な状況やアドリブが求められる場面では途端にフリーズしてしまうことがあるんです。プレゼンテーション前には質問されそうなことリストを作成したり、デート前には会話が途切れた時のネタを用意したり、旅行前にはトラブル対応マニュアルを脳内で作成したりします。
この徹底的な準備は完璧主義と相手に迷惑をかけたくないっていう思いから生まれるもので、準備していないことは怖いっていう心理が根底にあるんですよね。突然何か一言お願いしますって言われると頭が真っ白になって、普段は饒舌なのに言葉が出てこなくなってしまうことありませんか？ INFJ はあらゆる可能性を事前に脳内でシミュレーションして準備万端な状態で物事に臨むことを好むので、予定外の事態が発生するとその完璧な計画が崩れることに強いストレスを感じてしまうんです。でもこの準備の丁寧さがいざという時の的確な判断力につながることも多くて、危機管理能力の高さとして評価されることもあるんです。想定外っていう言葉が最も苦手で、常にプラン B、プラン C まで考えているのが INFJ の特徴なんですよね。INFJ の間ではシミュレーション好き、妄想で一日終わるといった共感コメントとともに、この特性がもたらす安心感と疲労感についての深い議論が展開されます。94万、突然の予定変更に内心パニックになる。今日の会にキュッと30分早まりました、待ち合わせ場所変更になりましたといった連絡を受けると、表面上は分かりましたって答えながらも内心では軽くパニック状態に陥ってしまいますよね。私たち INFJ は事前に計画を立ててそれを着実に実行することで安心感を得るタイプなんです。そのため予期せぬ予定変更は私たちの心の当てを大きく揺るがす要因となってしまうんです。事前に立てていた計画やスケジュール、心の準備が全て崩れ去って新しい状況に適応するまでに時間がかかってしまうんですよね。特に大切な約束や重要なイベントの変更には想像以上にストレスを感じてしまいます。特に直前での変更や理由が不明確な変更は INFJ の計画性や予測能力を根底から覆してしまうので、内心では激しいパニック状態に陥るんです。表面上は冷静を装っていても頭の中ではどうすればいい、この変更で何が変わる、計画をどう立て直そうって高速で思考が巡り続けるんですよね。この反応は INFJ が変化に対して慎重で事前の準備と心の整理を重視するタイプだからなんです。急な変更があっても最終的には柔軟に対応するんですけど、そこに至るまでの内的プロセスが複雑で時間がかかってしまいます。変更に弱いって私自身も自覚しているので、可能な限り変更のない安定した予定を好むんです。でも社会生活では変更はつきものなので、また変更かもって常に心の片隅で覚悟を決めているんですよね。95番、謎の第六感を信じている。大抵当たる。論理的な根拠はないんですけど、なんとなくこうなりそう、この人は信頼できる、できないっていう直感的な感覚を大切にしていて、その的中率が異常に高いって感じませんか？私たちINFJは論理やデータだけでは説明できない直感を非常に強く信じているんです。私たちは表面的な情報だけじゃなくて無意識のレベルで多くの情報を統合して未来の出来事や他者の本質を予見する能力に優れているんですよね。初対面の人を見た瞬間にこの人とは長く付き合える、この人は要注意って感じて数ヶ月後にその通りになることが多いんです。投資や進路選択、恋愛相手の選択など人生の重要な決断でも最終的には直感に従うことが多くて、結果的にそれが正解だったって後から実感します。根拠はないけどなんか嫌な予感はするって言った翌日にトラブルが発生したり、この道を通った方がいい気がするで直感で選んだルートで渋滞を回避できたりする不思議な体験を日常的にしているんですよね。これは内向的直感 AI っていう INFJ の主要機能がもたらす特性で、なんとなくそう感じる、虫の知らせといった形で現れることが多いんです。周囲からは勘が鋭いね、予知能力があるのって驚かれることもありますけど、私たち INFJ にとってはごく自然な感覚なんです。科学的には説明できないんですけど、 INFJ の高度な観察力と情報処理能力が無意識レベルで働いているのかもしれません。この6回の信頼は時に周囲から非論理的って批判されることもありますけど、 INFJ にとっては理性と同じくらい重要な判断基準なんですよね。96番、頑固さは筋金入り。信念は絶対に曲げない。普段は穏やかで協調性があって他者の意見を受け入れる柔軟性があるように見えるんですけど、一度自分の内なる信念や価値観が確立されると決してそれを曲げようとしないんですよね。普段は穏やかで柔軟に見えるんですけど、自分の核となる価値観や信念に関しては一歩も譲らない強固な意志を持っているんです。これだけは絶対に譲れないっていう部分があって、そこに触れられると普段の優しさが嘘のように頑なになってしまうことありませんか？これは深い内省と熟考のせいに形成された揺るぎない確信に基づいているからなんです。正義感、倫理観、人生哲学など長年かけて築き上げてきた価値体系はどんな圧力があっても変えることはありません。たとえ周囲から批判されたり理解されなかったりしても、自分の信じる道や正義を貫き通す強さを持っているんです。周囲からは意外と頑固だね、芯が強いって言われるんですけど、 INFJ にとってはこれらの信念こそがアイデンティティの核心部分なんです。妥協できる部分と絶対に妥協できない部分を明確に分けていて、後者に関しては家族や恋人であっても譲歩しないんですよね。この頑固さは時に人間関係の摩擦を生むこともありますけど、
同時に INFJ の信頼性と一貫性の源でもあるんです。あの人の言葉には重みがある、ブレない人って評価される理由の一つで、私たちが提唱者として社会に影響を与える原動力となるんです。表面的な穏やかさの奥に鋼のような強い意志を秘めているのが INFJ の特徴なんです。97番、秘密を守るのが得意すぎる、口が硬い。誰にも言わないでって頼まれた秘密は墓場まで持っていくレベルで厳重に守ってしまいますよね。私たち INFJ は他者からの信頼を何よりも大切にして秘密を厳守することに強い責任感を覚えるんです。友人の恋愛関係、家族の内情、職場の人間関係など様々な秘密を託されることが多くて、それらを完璧に管理していますよね。私たちは他人のプライベートな情報を軽々しく口にすることの危険性を深く理解していて、秘密を共有された際にはその重みを真剣に受け止めるんです。秘密を守ることは信頼関係の基本だって深く理解していますし、どんなに親しい相手であっても他人の秘密を漏らすことは絶対にありません。この信頼性の高さから、あの人になら安心して話せるって思えて、結果的にさらに多くの秘密を託されるっていう循環が生まれているんですよね。時には複数の人から同じ人物についての異なる情報を聞くこともありますけど、それぞれを完全に分離して管理して決して混同させることはありません。口が硬いっていう表現では足りないほどの守秘能力で、私自身も私は秘密の金庫みたいって自覚しています。これは他者への深い共感と配慮、そして信頼関係を壊したくないっていう強い思いから来るものなんです。たとえ仲の良い友人からしつこく聞かれても決して口を割ることはありません。秘密を守り抜くことは INFJ にとって信頼の証であり、私自身の倫理観と誠実さを守るための絶対的なルールなんです。ただしこの能力が高すぎるために時には重い秘密を抱え込みすぎて精神的負担になることもあります。それでも他人の信頼を裏切ることはできないっていう強い責任感から今日も新しい秘密を受け取り続けているんですよね。カウンセラーや相談料に向いている理由の一つでもありますし、この特性を生かした職業選択をする INFJ も多いんですよ。98番、完璧でない自分を受け入れるのに時間がかかる。理想主義的な傾向が強いので、こうあるべき私と現実の私のギャップに苦しむことが多くて、私自身に対しても非常に高い理想や基準を設定する傾向がありますよね。そのため自分の欠点や不完全な部分をなかなか受け入れることができず、自己批判に陥りやすい側面があるんです。失敗や欠点を発見すると必要以上に自分を責めてしまって、なんで私はこんなことができないんだろう、もっと完璧でありたいって自己嫌悪に陥ってしまいます。完璧ではない自分を直視することに抵抗を感じて、理想の自分と現実の自分とのギャップに苦悩することが少なくないんです。他人には寛容なのに自分に対してだけは異常に厳しくて、小さなミスでもまだまだ未熟だって落ち込んでしまうことありませんか？この完璧主義は向上心の表れでもあるんですけど、同時に自分を苦しめる要因にもなっているんです。これは私たち INFJ の本質的に成長や向上を志向するタイプであること、そして自分自身にも他者にも誠実であろうとするがゆえの葛藤なんです。年齢を重ねるにつれて完璧でなくてもいい、人間だから失敗もあるって理解できるようになるんですけど、感情的にそれを受け入れるまでにはさらに時間がかかるんです。頭では分かってるけど心がついてこないっていう状態が長く続いて、自己需要の旅は一生続くテーマでもあるんですよね。でもこの過程を通じて自分の不完全さを受け入れられた時、 INFJ はより深い自己理解と他者への寛容さを手に入れて真の自己需要へと至ることができます。この過程を通じて他人の不完全さも温かく受け入れられるようになって、より深い人間理解に到達できるんですよね。完璧でない自分を愛することができるようになった時、 INFJ は真の意味で成熟した大人になると言えるでしょう。99番、INFJ であることに密かに誇りを持っている。希少なタイプであることを知った時の特別感と、私の複雑で深い内面が理解された安堵感から、 INFJ であることに静かな誇りを感じていますよね。しばしば変わっている、理解されにくいって感じながら生きていますけど、 MBTI 診断を通じて私自身の特性を理解することで、そのユニークさに価値を見出すようになるんです。人口の1から 2% しかいないっていう希少性、歴史上の偉人や著名人に INFJ が多いっていう事実、そして何よりやっと自分のことが分かったっていう深い納得感がこのタイプへの愛着を生んでいるんですよね。人口の 1.6% っていう希少性や提唱者っていう理想を追求するタイプであることに密かな誇りを感じています。でもその誇りは決して傲慢なものではなくて、自分らしさを肯定できた、理解されない理由が分かったっていう自己需要の喜びに近いものなんです。なんで私はこんなに変わってるんだろう、なんで他の人と違うんだろうって悩んできた答えがついに見つかった瞬間の感動は忘れられません。私自身の複雑な内面や他者とは異なる視点を持つことを欠点ではなく個性として肯定できるようになるんです。同時に同じタイプの人たちとの出会いを求めて INFJ 関連のコンテンツを積極的に探すようになります。 INFJ 同士でしかわからない話がしたい、この感覚を共有できる人と出会いたいっていう願いも強く、 YouTube のコメント欄や SNS での交流を大切にしているんです。この誇りは INFJ が持つ深い洞察力、共感性、
そして世界をより良くしたいっていう強い使命感に裏打ちされています。自分自身を理解して受け入れることで INFJ は内なる力を最大限に発揮して独自の光を放つ存在となるんです。この最後の項目は INFJ コミュニティの結束力とお互いを理解し合える喜びを象徴するまさにフィナーレにふさわしい内容なんですよ。 INFJ でよかった、自分を理解できて嬉しい、同時人がいて安心したといった温かいコメントであふれる希望に満ちた締めくくりとなります。以上で INFJRR99 戦でした。思い当たるものはありましたか？もしありましたらコメントで教えてくださいね。そして作業ははかどりましたか？今回の動画が皆さんの有意義な時間に貢献できていたらとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またなのだ。